神バンタム級タイトルマッチ、王者井上直樹 VS 挑戦者福田龍也。このベルトの価値を上げていくように頑張っていきますので、よろしくお願いします。ほんまにびっくりしました、マジで。ほんまにこう偉大なチャンプと戦わせてもらえるってことで、もう敬意を持って借りに行きたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。強いですね、やっぱ一回そのチャンスを逃しちゃうと、次こうしようと思っても全く同じシチュエーションで同じチャンス来ないんですよ。来たら生ききらないとダメなんですよ。でないともう二度と巡ってこない。だから生き物に絶対ある狩りどころ、それが来た時に生ききる。シンプルです。だからやってること。死にかもしらんみたいな、みんなが踏めへんアクセルを踏むみたいな。いいですね。バンシー打ち込んでいく。右のバンシー。俺は純粋にそれが楽しいから、僕が楽しければみんな楽しいし、もうそれがもうほんまハッピおはようございます。ー。ありがとうございます。のどかな街で。のどかでしょ。お邪魔します。どうぞ。これ食います。スコッチボネットって言って、なんかジャマイカの唐辛子。去年取ったやつを種から育ててみたいな。最初こっち引っ越してきた時は大反対やったんですけど、でも今となれば多分街中住めへんのちゃうかな、奥さんも。結構動物多いですね。動物多いんですよ。猫2匹と犬1匹し。動物好きっすよ。狩るけど好きっす。ハモとか取ってきたらここに吊るして、ちょっとなんか寝かしてからさばくとかやるんですけど、天日ってイタチみたいなやつにこうめっちゃ吊るしてるやつ根こそぎいかれて、めっちゃ腹立ったからその中に罠設置して捕まえて、そいつは食べました。あえてこういう生活をさせていただいてるんですけど、部位ごとにこう分けて、前の猟奇で取ったやつをもう片っ端からばらして、なんか枝肉までは僕がするんですよ。なんかまあ肉買わんでも次の猟奇ぐらいまでは生きていけるかなっていう感じ。自給自足。将来はそうしたい。ゆくゆくはもう米も野菜も肉も全部自分で取りたい。これしかっす。油ほんまないんで。これ下のうちのもも肉をつけられまして、栄養めっちゃあります。
1話でやんちゃなことをもうやめて格闘技に頑張ろうってなった時やったんですよ。明日からもうジムないよって言われて、多分それショックでめっちゃ泣いてたんですよ。それあいつのためにちょっとほんまにほんまはっきり言ってその通り、それだけなんですよ。あいつ泣いてなかったら多分やってなかったです。こんな地方からでもそういう上位先生に組まれるぐらい強くなったろって誰よりも強かったと思うし。肉食獣なんやと思いますよ。草食男子みたいななんか雰囲気してますけど、でもやっぱちゃんと試合とか見てたら張りに来る感覚を持ってる戦い方してんやなってのも分かるし、なんかアスリートじゃなくてファイター、イタチとかそっち系のキツネとか。なんですか？グラフベーカリーっていう横浜のいただきます。パン屋さんがパン、はいお気遣いいただいて。どうぞまあ結果的には勝ちましたけど、内容は全部圧倒しなきゃいけなかった。ちょっと強引にでもね、右ストレートから左距離を詰めないと。左目かな、腫れてますよね。パウンド打った最後のパウンドに入ったし殴っていった起き上がった井上直樹、ラスト王座初の栄を果たしました井上直樹。試合もしょっぱいし怪我もするし最高ですね本当に。ここで結果もそうですけど、勝ち方もやっぱ見せないといけないなっていうのは思いますね。それサバテロだと思ってサバテロ対策を考えてましたどっちにしてもやるかなと思ったからレスラー対策はやりましょう。サバテロも全然候補としては考えたんですけど、もう一押しだから9月にマッチアップしようと思ってます。サバテロは年内にライジンのベルトを取りたいって言ってるんで、9月にそれなりにごつい選手とっていうか勝負のなる選手とやってヤン・ジヨン、安藤とかもだいぶ成長してるもんね。次の直樹、福田の勝者とっていう可能性は自分出てくると思いますけどね。ただバンタムもぐっちゃぐちゃになってきてるんだよね。出しすぎてた分、はい、周りがみんな「お前休めみんな言うように、してるんで、負けるとしたらどういう？頑張りすぎて後半苦しくなるみたいな展開じゃないですかね。やっぱスマートに自分のペースでやれれば医療実力的に自力的にはいけるだろうなっていうふうに思ってるんで。もう全部使って倒す前回の悔しさもあるんで。
沸かしたいですね。まあ向こうもすごい沸かせるタイプの人なんで、なんかそういうやり合いができたらいいかなと思います。チャンピオンベルトを持ちたいじゃなくて、井上直樹を借りたいというか、井上直樹についてのはもうその価値を感じる。MMA ファイターとしての進化を問われる試合だと思ってます。離れ際右、これもスウェーデかわした右のフック、喧嘩させない。もう激闘って結局競り合いなんですよ。最初注目ですね。そうですね。左キッ一方的にねじ伏せるイメージですね。ミヤーマンが感じたことない初体験することばっかじゃないですか。あ、やばい、何もできない、パニックになると思います。ここでいやもうどんだけこう MMA できるようになったんだよって感じで思ってもらえると思って、ここが積み上げてきたものを全部いただいちゃいますね。今回は復帰するのはストライカーとやりたいなっていうのはちょっと思ってたんですよ。ストライカーに負けてるんで、自分の気持ちはストライカーじゃないと晴れないなっていうのもあるし、本当に試合前に急に力が出なくなって勝たないとまあ首のヘルニアっすね。主治医の人からも、まあ、この状態だと試合しない方がいいって言われたんですけど、視聴者がエグい。自分はもう向けた以上はどんな状況であろうが、這いつくばってもリングに上がるつもりでいたし、どの状況でもやりますって言って。ポスター、おっと、金原、左を払っていったのは鈴木。もう一きますね。家族からもういいんじゃないの、ここで辞めなかったらいつ辞めんのみたいなことを嫁にも言われたし、引き際かなって本当正直思ってましたし、自分も辞めるつもりではいたんですよ。はい。解説の仕事させてもらったり会場で見たりとかするとやっぱ悔しいんですよね。自分がそこにいないことが。この気持ちがある限りはまあもう一回やれんじゃないのかなと思って。大反対です、家族は。父ちゃん負けるとこもう見たくないです。自分もライジンで出てるとやっぱこう自分の子供のお父さんとかたちが「父ちゃん元気の父ちゃんすごいじゃん」みたいな、それもやっぱ嬉しいみたいなんですよ。うるさい。勝ってほしいですか、どうですか。まあまあつくなよ。負ける姿を見させたくないし、でもやっぱ頑張ってる姿は見せたいですね。サッカー一生懸命やってるんで、その勝負事の大事さ、真剣にやる大事さっていうのを、まあ、そういうのを伝えてあげたいなっていう。初めての試みで追い上げていこうと思って、追い込みやっていこうかなと思って、格闘技の練習を減らそうと思って、要は万全な状態で上がりたい。
神経と、筋肉と、ここはすごい衰えてくるもんなんで、ここをなんとか土台で支えていければ技術はもう下がることはないと思ってるんで、なんで加える必要もないですよ。ヤーマンにしてもそうだし、人気あるミクロにしてもそうだし、平本にしてもそう。やっぱ俺からするとまだ小僧なんですよ。恋も試合も一方通行、後戻りなし。井戸トップどころと戦えるなっていう、自信にもなりましたね。打撃スキルだったら、俺はトップレベルなんだなって。ダウトベック戦で距離縮まった気がするんですよね。本当ですか？いや本当に母性本能をくすぐったのかもしれないですね。本当あと一発入れたら KO できるぐらいな。他にもいたのかみたいな感じで思われたら嫌なんで、いや僕多分超真面目ですよ。ヤッホー。久しぶり。久しぶり。いやさ、ツイッターで流出したじゃん。いや本当にあれ違うから。違う？違うかなんかない。まるで今のかのようにさ、こう出たじゃん。今は本当に2個だけ。わかりました。これ俺の目見てほしい。俺の目見てほしい。こんにちは、藤園玲さんでお間違いないですか？ちょっと止まっていただいても大丈夫ですか？何ですか？ヤーマン選手のことにお聞きしたいんですけど、付き合ってた2ヶ月は、いや全然そんなことない。2週間ぐらいです。あ、そうなんですか？結構短め。付き合ってた2ヶ月は本当怖かったでしょ。何が？付き合った理由か。試合してる姿が頑張ってるし、すごいかっこいい。そこが好きでした。試合とか終わったらめっちゃこういろんな女の子から連絡来たりするの。キャバ嬢から会いたいとか来たら、それを鵜呑みにしちゃう。その会いたいと、お店が会いたいと言われてるじゃないですか。こういう話聞いてさ、ちょっと嫉妬したでしょ。他の人と LINE してて、それはないでしょと思って座って話しましょうって言ったら、西穂のとこ行ってくれって言われて。普通だと思います。こう別れちゃって、で今は本当全然連絡取ってない。俺は今西穂に一途だから。俺が誕生日一緒に過ごしたかったのは西穂だったから、だから俺はパブリックに来た。おめでとう。ありがとう。彼に伝えたいこととかありますか？言いたいことなんだろう。幸せになってください。騙されず。失礼します。二条さんお願いします。はーい。じゃあ言われちゃった？ちょっと行ってくる。待ってまた最前列を何も予定なかったらさ、来てほしい。予定入るかも。予定入るかありがとう。ちょっと行ってくるから置いといて。置いとく。当日もしいらっしゃったりするんですかね？そうい
行きたい見たいんですけど、応援したいのは山々なんですけど、その当日に主演の映画の撮影が初日で行けなくって、フワムダっていう金曜8時のフワリティっていうフワムダっていう通称を言ってるんですけど、いやなんかつかないですか。モテないキャラ演じてるくせにモテてるんじゃないですか。世の中のモテない男たちでちょっと今回みんなで団結してヤーマンブーイングしてやろうかなとかね。かなり深く入ってる。さあ来た、下から木之内。今日もともとやる予定だったレナ選手、ちょっと会場にもいないみたいな話聞いてるんですけど、格下の相手とやってもしょうがないんで、もっと世界の強い選手と戦わせてください。スーパーライジンか、男祭りか、そこがやっぱ一番面白いピークだったので、つかめないのは、それが実力なのかなって思ってます。もうイライラしてましたね。試合なさすぎて、勝ってるのになんで試合決まんないんだろうみたいな、ずっと思ってます。ずっと試合がしたいなって思って生きてましたね。ファンの声的にやっぱ女子格がつまんないとか言われてるなっていうのはすごい感じるんですけど、なめんなよとは思いますけどね。よっぽどレベルの低い男子より面白い試合するし、プロ意識持ってやってるし。戦い相手がいないっていうのがすごいなんか、自分の中ではモヤモヤっていうか、やりきれなさがあります。シン・ユジン選手はすごく若くて格闘技にのめり込んでる女の子っていう感じで、ボクシング、テコンドー、柔術っていう子供の頃から格闘技をずっとやってきている子なんですよね。非常に好戦的で常に自分から前に入っていく、そういったファイターですよ。 전사의 심장을 갖는 그런 선수의 모습을 보여주고今のところまだアマチュアもプロも負けなしなんですよ。セミプロも全部含めて負けがないので、ある意味無敗の両者ですよね。伊沢聖華も本当にそういう若手に追いかけられるというか、実績のあるキャリアが積まれた選手じゃない、こういう若き伏兵とかに意外に足元すくわれる可能性あるのかもしれないし、それだけのポテンシャルというか実績は十分あると思う。 저는 일단 타격은 절대 밀리지 않을 거라고 생각하고요. 일단 상대 선수분께서 주짓수, 그다음에 레슬링, 유도가 되게 좋은 걸로 알고 있어요. 뭐 거기서도 솔직히 밀리지 않을 자신 있습니다. 그리고 모두가 놀랄 경기가 나올 것 같습니다. 圧倒的に技術もメンタルもプロ意識も自分の方が高いなって思います。KO か1本で決め切りたいと思ってます。すごいフィジカルも強くなってると思いますね。そうですね。左で巻きつけながらというところでありますが、バックチョーク。あ、入りそうです。これはどうでしょうか。入ってます。なんとバックチョーク。
まさか入ると思ってなくって、こう一発目で、あそこで取れて決まったんで、自分自身にびっくりしました。はい。親孝行ですね。はい。一瞬で決めてみせました。須田萌衣17歳。目標は、伊沢選手チャンピオンなんで、いずれかはやりたいなと思ってます。白鵬女子高等学校2年7組出席番号19番のノエルです。中学生？小学6年生です。レナさんとか彩香さんに憧れて、出身になりました。目標は何ですか？夢は？大臣に行けるのが夢です。ちっちゃい頃からもうテレビがずっと格闘技流れてて。お母さん格闘技好きなんですか？大好きです。私たち夫婦が好きで見すぎてて、娘もやりたいってなっちゃったんで、自分がやりたいって見てるうちに小3か小4ぐらいの時にライジン始まってやりたくなってジム探してもらいましたね、総合の。で一番最初 AACC に中学生になる前に入りましたね。16歳こちらノエル。さあここからどうでしょうか。ヒロチの体勢持ち込んでいきました。左足をかける。めちゃくちゃ悲しかったですけど、それを自分が倒したいなって思いましたね。はい。こんにちは。あれなんかまつげがピンってなってる。そうでしょ。佐藤翔子さんのジムに今女子何人か集まってやってるんですけど、そこに町選手とか彩香さんも来てくれて、平田樹選手も来てくれてるんですよ。須田はどこどこがうまいからみたいな言って、練習も今その対策で彩香さんが一緒にやってくれてて。複雑な気持ちもあるけど、単純にやっぱ勝ってほしいなって気持ちが強いですね。浜崎に勝った須田さんと元同門のノエルがやるっていうのは、客観的に見たらめっちゃ面白いカードなんです。下から新しい選手出てきてかき混ぜてもらって、ね、また新しい風が吹いて、新陳代謝じゃないですけど、でも私は生き残りたいですけどね。また大きい舞台に立ちたいです。できれば同じ大会とかね出てたら。そうです。須田選手も高校生の時にライジン出てきたじゃないですか。自分もマジで1本か KO で勝ちたいなって。寝技で圧倒して MMA としてトータルでもう圧勝してフィニッシュしたいなと思ってますね。